始まったかな？うん、始まりましたね。はい、皆さんこんばんは。トクタビ TV の徳富です。今日は自宅からの配信となります。久々に、この自宅からということになりますね。あれ、いつ以来だろう？多分10月に入ってからは初めてですよね。以前自宅からやったのは、9月のことだと思います。先週は丸々やってませんからね。というようなわけで、今回は、つい先日ですね、10月の2日の火曜日から9日水曜日まで、タイに行ってきました。で、その一人反省会をやろうと思っています。2日から、言いましたけれども、実際には、家から出たのは1日ですね。10月1日月曜日の深夜、夜ですね。で、日付変わって、2日の2時かな。午前2時、羽田空港発の飛行機に乗っています。で、それから9日の朝に、成田空港に帰ってきたというわけですね。といったわけで、早速、一人反省会を始めたいと思います。まずね、反省点。やっぱりいくつかありまして、まず第一に、ホテルの部屋用のスリッパを持っていくのを忘れたんですよ。前回の8月のタイの旅ではちゃんと持って行っていました。で、今回忘れちゃったわけなんですけれども、僕は部屋履きと、やっぱり内履き、部屋履きは、外履きと部屋履きは明確に分けたいなといつも思っています。そう、外を歩いた靴で、実際にはサンダルなんですけれども、外を歩いたサンダルで部屋の中を歩くというのはちょっと抵抗感がありますので、スリッパを持っていくというふうにずっと考えていたのですけれども、実際には忘れちゃったんですね。で、どうしたのかと言いますと、途中で買おうと思ったんですよ。どっかに行って、スーパーとかそういうところで。でもね、それがめんどくさくなっちゃって、結局買わなかったんですね。で、どうしたのかと言いますと、部屋の中を、裸足で歩いていました。サンダル使わずに、スリッパを使わずに。その時は、それでもいいかなと。裸足生活でもいいかなと思ったのですけれども、帰国してから、日本に帰ってきてから、よくよく考えてみると、部屋の中を裸足で歩くってちょっと危険だなというふうに思ったんですよ。というのも、ベッドバグ、ナンキムシが床のカーペットにいる可能性があるんですよね。多分、毎日交換しているベッドのシーツよりも、その床のカーペットの方がいるんじゃないかなと。そう、そこを平気で裸足でね、ずか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 歩いていたので、もしかしたらね、やられちゃう可能性があったなと、危険性があったなというふうに、今更ながら思っています。なので、次回からはもう必ずスリッパを持っていこうと思います。いや、ちょっと待ってください。必ずスリッパを持っていこうじゃなくて、今ね、ちょっとこの棚の中に旅行に持っていくはずのスリッパありました。思い出しました。もうこれね、よいしょ。これがいつも旅行に持っていくタイ旅行で使っているリュックなのですけれども、もうね、入れておく。で、普段使わないですからね、日本にいるときには。こうすればもう二度と忘れることはないでしょう。ベッドバグにやられる危険性もないでしょう。とりあえずこれは、もうこれで解決ですね。OK ですね。で、2点目の反省点です。今回、一応1日から
9日まで行ったということは、実質的に7泊9日か、なんですけれども、タイのバンコクに滞在したのは、ほとんど丸々7日間。24だから、168時間ぐらいです。ほぼ。で、その中で、ローカル食堂に行ったのが20店舗でした。これをね、もっと多くしたいなと。もっと食べられるようになりたいなと思っています。20店舗というのは、基本1日3食で毎回どこかの毎食、1日3食のうちの毎食どこかの食堂に行けているというような計算になりますけれども、もうちょっとね、行けたらなと。僕は、一般的な成人男性に比べると、多分小食なんですね。あんまり普段食べないですね。それもあって、今回20店舗にとどまってしまったわけなのですけれども、あともうちょっと頑張りたいなと。できれば1日4店舗回れたらいいかなというように考えています。そのためには、日本でもね、ちょっとずつね、多く食べられるように訓練しとかなくてはいけないかなというふうに思いつつも、実際には、普段からそんな食べられないので、これなかなか難しいですね。これが限界かなと。1日3店舗が限界かなというふうに、思ってはいますけれども、やっぱりこれは頑張りたいです。3点目です。そんなローカル食堂巡りの中で、タイ料理といえば辛いというイメージがあるかとは思うのですけれども、あんまり辛いものにチャレンジできていないんですね。辛くて汗だらだらかきながら食べるというのが、今回の旅では1回かな？1回か2回。多少ね、カオマンガイの辛いソースをかけるというようなことはありますけれども、そこまで刺激的な辛さのものを食べてないんですね。辛いもの好きですけれども、そこまで得意ではなくて、やっぱり甘いものが好きなので、ついついね、甘いラートナーとかカオカオムグとか、そういうようなところに走ってしまうというのはありますけれども、やっぱり辛いもの、これはチャレンジしよう。次回以降チャレンジしようというふうに思っています。4点目。ローカル食堂巡りなのですけれども、おやつですね。スイーツ。これをね、次回以降もうちょっと増やしたいなというふうに思っています。あんまり食べに行ってないんですよね。今回、そのスイーツ的なもので食べたといえば、ロティか。大学、バンコクの大学、何大学だったかな。シーナカリンじゃなくて、チェルロンコンだ。チェルロンコン大学の学食にも行ったんですけれども、そこで、おやつとしてロティを食べました。それぐらいじゃないかなと思います。もっとね、街の中の屋台のそういうスイーツ、お菓子のようなものも、次回はもっと食べようと思っています。次は、5点目ですね。ホテル代ですね。旅の中で使うお金、1日の中で使うお金の大部分を占めているのがホテル代です。で、今回バンコクで7泊したわけなのですけれども、1泊平均が約4700円でした。5000円切りです。前回8月の時には5000円をちょっとオーバーしていたので、ややね、下げることはできました。で、今回はその4700円になったというのは、高級ホテルは全然泊まってないのですけれども、一つこだわりがありまして、プールがあるところに泊まろうというふうに考えていました。そのせいもあって、本当にややですけれども、4700円という金額になっています。そのね、プールを諦めれば、多分もっと下げられますよね。4000円ぐらいに抑えられるのではないかと思いますが、これ難しいところで、プールがあるおかげで、1日の中のリラックス時間がすごく多くなったんですね。
逆にすごく多くなったのですけれども、プールばっかりに入りに行ってしまって、1日3回とか入りに行ってたんですよ。朝、昼、晩と。そう、そのために時間がだいぶ削られちゃったなと。活動時間の中でのプールの割合が多くなっちゃったかなというような反省点もあります。プールは良し悪しですね。なので、次回は全部が全部プールがあるホテルに泊まるのではなくて、一番最後の日にプールがあるところに泊まって旅の疲れを取ろうとか、そういうような作戦にしようかなとも思っています。とはいうものの、やっぱりプール入りたいんですよね。むちゃくちゃ気持ちいいんですよ。暑さの中のプール、そんなに水は冷たくなくて、やっぱり30度超えの中に水があるので、結構あったかいんですよ、プールの中でも。バンコクの場合。あの気持ちよさは、なかなか欠かすことはできないかなと。またそれは考えます。1、2、3、4、プールが5点目で、次は6点目。バンコクの街中での移動についてですね。基本は、僕は鉄道が好きなので、鉄道を使います。BTS、MRT。これらの路線に乗るのが、メインになります。でね、前回8月の時に、売宅乗ったんですよ。売宅、安くて、もう早くて、車の隙間をどんどん縫っていく、というようなことで、便利なんですよね。でも便利だけど、危険が伴います。お客さんは、売宅に乗る人は、ノーヘルです。ヘルメットを、バイクの運転手さんが用意してくれているということは、まず期待できませんので、ノーヘルでバイクの後ろに乗ると。で、しかも、どこ捕まっていいかよくわからない。たまに後ろのところに捕まるところがあるものもありますけれども、やっぱりそれは心もとないですよね。ちょっと振動があったら、やっぱり体揺れます。もしかしたら落ちちゃうんじゃないかというような、振り落とされるんじゃないかなというような恐怖感もあります。実際そういう事故もおそらく起こっていると思います。そう、なので、前回の、以前アップした僕の動画の中でも売宅はお勧めしない。で、次回はもう乗らないと言ったのですけれども、今回一回乗っちゃいました。やっぱり怖かったです。そして乗るのをやめようと。二度と乗るのをやめようと思いました。そしてね、後から気がついたのですけれども、その売宅に乗った経路、全く同じ経路にバス路線があったんですね。行きは売宅で行って帰りはバス路線があることに気がついてバスで帰ってきたんですけれども、これはもっとね、ちゃんとね、Google マップを見て、バス停からどこにそのバス路線があるのか、これをやはりちゃんとチェックするべきだなと、確認するべきだなというふうに思いました。できるだけ危険な売宅には乗らないようにしようと。できるだけじゃなくて、もう乗らないようにしようと。別の手段を考えようというふうに思いました。以上が反省点ですかね。で、今度は良かった点です。で、先ほどプール、ホテルの宿泊が7泊4つのホテルで7泊したなんですけれども、すべてプールがあったわけです。で、1泊平均4700円に抑えたわけなのですけれども、そう、毎日プールに入れたのは良かったなと。運動不足の解消になったかなというふうに思っています。普段日本では僕全然プールに行かないわけなんですけど、別に泳ぐ人ではないんですけれども、やっぱり気持ちいいですよね。あれだけ泳げるところがあると。で、実際には1日の平均歩数は約2万歩ありました。2万歩くらいだったら、そこまで苦痛ではないかな。僕の場合はですね。
まあ、割と健康体なので、2万歩だったら全然大丈夫だなと。足の痛みとかそういうものは出てこないなと。8月の時には2万5,000をオーバーしたら、さすがになんかね、こう足腰に張りが出てきましたね。2万歩前後だったら、こう、プラスアルファでこのプールの運動というのが、ちょうど良かったです。そして、まあ、そのプール &1 日2万歩の歩行。まあ、これもあったおかげで、出国前、旅に出る前と旅から帰ってきた日の体重測定の結果、1キロ増で済んだんですね。タイの絵は、普段以上に、日本にいる時以上にたくさん食べていました。そう。で、僕ね、今回ね、2、3キロ増えたかなと思ったんですよ、なんとなく。そう、でも実際には1キロ増で済んでいたというのは、このプールで泳いで運動ができたからかなとも思っています。で、次に、洗濯ですね。持っていく荷物、持っていく服と洗濯のペースをつかむことができました。初日に着ていく以外に、まずパジャマ用の、寝る時用の T シャツが2枚。で、寝る時用、まあ、部屋用のハーフパンツが1枚。あと、普段、日中着る T シャツが2枚。で、パンツ2枚。持っていった服はそれだけですね。靴下は持って行っています。僕は靴履かないでサンダルで、日本からサンダルで行ってるので、服はそれだけで済みました。で、それだけ、まあ、その服だと、まず、タイに着いて1日過ごして、で、2日目また過ごして、で、その次の朝に洗濯をするとちょうどいいと。まあ、それは乾燥機付きの乾燥機がある場合ですけれども、まあ、今回の泊まったホテルは、泊まって洗濯をしたホテルは全部乾燥機が付いていたので、乾燥ができるっていうのが分かっていたので、3日目の朝、まあ、つまり2泊2泊2泊1泊だったんですよ。で、チェックアウトする当日の朝に洗濯して乾燥するというのを3回繰り返しまして、これでバッチリうまく回りましたね。服が足りなくなるということもありませんでした。まあ、万が一服足りなくなっても、安いところで、そこら辺で買っちゃえば、まあ、使い捨てのような感覚で買えばいいかなというふうに思っていましたけれども、まあ、これでね、完全に持っていく服の数、そして洗濯の回数、このペースをきちんとつかむことができました。で、良かった点の3点目は、航空券ですね。飛行機。今回はベトジェットエアで往復したわけですけれども、49,000円でした。前回10月の時に、10月じゃない、前回8月のタイ旅行の時には、タイ国際航空を利用して、往復で10万円でした。まあ、半額に抑えることができたわけです。まあ、ただ半額にはなりましたけれども、日本からバンコクまで直行便ではなくて、ベトナムのホーチミン経由でした、往復とも。まあ、その点は、まあ、若干マイナス点とはなります。あとね、座席間隔が狭かったり、座席と僕のお尻の相性が良くなかったり、などというようなことがあったり、まあ、あとね、まあ、機内食はもちろんないです。ベトジェットエアの場合には。有料ですね。買えばありますけれども。タイ国際航空の場合には全部付きですよね。荷物に関しては、僕は持っていく荷物は、まあ、少ないので、スーツケース持ってこないでリュックと、まあ、これですね。このリュックを背負って、あとこのショルダーバッグ、これを肩かけて歩くというようなことなので、まあ、すごく少ないです。まあ、なのでね、LCC でも問題なしと。で、LCC だいたい手荷物の機内持ち込み7キロじゃないですか。
で、この7キロのラインというのが、結構僕、ギリギリでした。あ、ゆうじさん、こんばんは。東京から見てます。ありがとうございます。僕も東京からお送りしています。あ、そうそう、そう。で、7キロの壁ですね。で、僕は、パソコンと、あと iPad を持っていきたいと思っているたちなので、これ外せないんですよ。これ外せば7キロなんて余裕なんですけれども、で、プラスして、モバイルバッテリーを2つ、とか、いろいろあと撮影機材ですね。などを持っていくので、普通に考えたら、普通に測ったら、多分7キロは余裕でオーバーしてしまいます。8はさすがにいかないかな。もしかしたらいくかもしれないです。で、追加料金を取られるのは、嫌なので、それもったいないので、モバイルバッテリーとか三脚やカメラなど、大体僕の撮影機材はちっちゃいんですよ。動画用のカメラも。そうで、全部、ハーフパンツのポケットに入っちゃうんですね。前2つ、後ろ2つのポケットに。そこに全部突っ込んで、小さくて、ある程度重たさがあるものはポケット作戦でいきました。で、そしたら、荷物の重さが6.7キロ。なんとかクリアしました。7キロをクリア。これで追加料金なしで、行きも帰りもベテジェットエア乗ることができました。あと、そうそう、重さが測るのは、リュックとこのショルダーバッグ両方合わせて測るのかと思ってたんですよ。でも、往復とも、ショルダーバッグは測りに載せませんでした。これだけでしたね。あ、そういうものなんだと思ったので、わざわざね、ポケット作戦しなくても、ショルダーバッグに全部詰め込めばいいのかなとも思います。これはね、もしかしたら担当者にもよるかもしれないので、そこら辺はね、安全のために、わたわた、カウンターでわたわたしないために、最初からね、ポケット作戦しといてもいいのかなと。多分僕がまた LCC 乗るときには、ポケット作戦すると思います。そうで、航空券代が49,000円だったわけなのですけれども、実は、あとね、もう何週間か早ければ、2週間か3週間か早く予約していれば、もっと安く済んでいました。4万円切ってましたね。キャンペーンとかで。どこの航空会社だったかな。エアアジアも確かやってたし、あと、ANA のLCC バージョンのやつ。ちょっと今名前、エアジャパンか。エアジャパンも安く4万円を切るような価格で39,000円とか、往復39,000円とか、それぐらいの値段のものもありました。行かないけれども結構毎日チェックしてんですよ。なんとなく、いつか旅に出られたらなというようなことで、航空料金はいつもチェックしています。そうで、旅に、今回、行きが10月2日の深夜2時の便に乗ったんですね。火曜日ですね。で、僕が航空券を取ったのは、その2日前、日曜日の朝でした。そこでいきなり、土曜日の夜に行こうと決めて、で、日曜日の朝にチケットを取って、火曜日深夜に日本を立っています。こんなね、強行スケジュールでも、49,000円で済んだというのは、ラッキーだったなというふうに思いますね。多分今オフシーズンなのかな。そうですよね。あんまり今旅行シーズンではないですよね。なのでね、このね、安い航空料金というのはとても助かりましたね。で、今回は直行便ではなくて、ベトナム・ホーチミンの経由便だったわけです。で、行きは、ホーチミンでの滞在時間はごくわずかで、すぐにバンコク行きの、ホーチミンからバンコク行きの飛行機に乗り換えました。で、帰りは、ホーチミンに9時間
実際には10時間か。飛行機到着から飛行機出発までの時間は10時間あったんですね。で、その中で、いろいろこう手続きとかありますので、ホーチミンに実際に僕がベトナムに入国できる時間というのは、大体8時間くらいかなと。8時間ちょっとぐらいかなというふうにいうようなものでした。で、その間にね、初めてのベトナムの観光もできたので、これね、乗り継ぎも悪くないなというふうに今は思っています。で、直行便だったら、もっとね、タイでの時間を長く過ごすことはできますけれども、プラスアルファで別の国にちょっとだけ観光するというのは大いにありだというふうに思っていまして、今もね、ちょこちょこね、スカイスキャナーとか、あと、アゴダのサイトで航空券のチェックしているのですけれども、経由便で安いもの、もうやっぱりあります。3万円台のものとかあります。中国の飛行機なんですけれども、そこに一度はチャレンジしてみようかなと。香港だったら経由でちょっと滞在もありかなと。もしくはね、シンガポール、スクートとか利用すれば、シンガポールでの乗り継ぎ便もありました。これもいいかなというふうに思っています。直行便に限定しないでもいいなというふうに今回の旅で思いました。良かった点。次は、いわゆる有名店にも今回行ってきました。ピンクのカオマンガイ、緑のカオマンガイ。カオマンガイ屋さんとして多分多くの観光客が行くところだと思います。日本人観光客もいっぱいきっと行っていることだと思います。そういうところにもね、たまには行っておこうと。大体僕は飛び込みで適当に目についたローカル食堂にポンと入ってしまうんですよ。それでも大体のローカル食堂は美味しいんですね。それでも OK かなというふうに思っていますけども、そういう有名店にも行ってみました。あとね、70バーツの激安プーパッポンカリー。ソンブーンという有名なプーパッポンカリーのお店あります。あそこも美味しいけれども、やっぱり高いんですよね。高級店、タイの中でやっぱり高級店だと思います。そう、できるだけ、普段から日本にいる時から僕は特に高級志向はないんですよ。割と庶民派というか、そこまで食にお金をかけないでも美味しく感じるたちなので、そう、できるだけ僕がタイを旅行するときには、ごくごく普通のタイの人々と同じような食事をしようと。で、ローカル食堂を回っています。で、その中でね、この70バーツ、70バーツだと、約300円ちょっとですね。そんな中で美味しいプーパッポンカリーのお店に行ったり、ここはね、もうすごいです。むちゃくちゃ行列ができます。これもね、またね、後日メイン動画でアップするので、お楽しみにしていてください。あとね、交通機関ですね。ちょうど今日金曜日だから、水曜日の夕方にアップした動画で、タイ・バンコクの乗り物についての動画をアップしました。BTS、MRT、エアポートレールリンク、タイ国鉄といった鉄道、さらにバス、タクシー、売宅、船、というものについてまとめた動画です。ただね、そこではね、ソンテウについて紹介することできなかったんですよ。こういう乗り物もありますよというだけでした。実際に乗る機会がなかったんですね。8月の旅では、前回の旅では。で、ソンテウね、結構というか、かなりハードルが高いです。普通の観光客には。どこからどこまでソンテウが走っているのかというのは、これ多分わかるのかな、ネットで調べると。そういう情報出てるのかな。バスのようなものではないので、イメージだと何でしょうね。乗り合いタクシー、乗り合いバス？そう、小さくて、トラックの荷台に10人ぐらいが乗れるような、小さな車です。で、長距離ではなくて、割と短距離を行ったり来たりしている、そんな乗り物がありまして、そのソンテウに今回初めて乗ることができたんですよ。バンコク訪問4回目にして、タイ訪問4回目にして。
これも本当にたまたま偶然、そのソンテイをこう眺めていたら、行き先が英語表記がついてたんですね。それを見て、ちょうど僕が行く方向と同じだったので、ポンと飲み込んで、初めてソンテイに乗ったと。これでバンコク内の乗り物を、全て乗ることができたかなというようにも思っています。さあ、そして、バンコクの良かった点、最後の点としましては、基本僕はあんまりというか、ほぼ人とコミュニケーションをしません。外では。これ日本国内でもです。で、もちろんタイに行っても海外に行っても、わざわざ人と話をするようなことはないです。一人で黙々と撮影をして食べてというような、黙々ではないか。もともと僕ブロガーでブログでこういろいろ書いていくと。写真撮って、そしてブログで文章と写真でまとめるというようなことをやっていたのですけれども、その時は黙々ですよね。わざわざ声を出しませんけれども、今は動画を撮っているので、全然黙々じゃなかったです。ずーっと喋ってました。一人でね。一人で喋ってました。道を歩いている時も一人で喋ってました。で、またただね、タイの方と話をするというのは、ほぼゼロでした。前回の旅では、宿の人と、一回だけ宿の人と食事をするという機会があって、そこで話をしたくらいじゃないかなと思います。で、今回は、それではいかんと。ちょっと、現地の人に声をかけてみるのもいいんじゃないかな、ということで、2回だけ、これ声をかけてというのも、日常的な会話をするという、日常的な会話しました。しました。東京という名前がつくドリンクスタンドがあって、そこのお店の方と、東京好きなんですかとか、僕東京出身です。東京から今日来たばっかりです。というような、そういうような会話をしました。そういえば。もしかしたらそれが、タイの方と、日常的な会話をしたのは初めてかもしれないですね。で、それ以外に、声をかけて、タイの方に声をかけて、写真撮影させてもらおうと。そういうチャレンジも2回してみました。1回目が、ホテルのフロントの方、ハロウィンの衣装を着てて、男性と女性2人でペアで、フロントをやってたんですけれども、すごく可愛い雰囲気だったので、写真撮っていいですか？撮らせてもらっていいですか？というふうに声かけたら、いいですよということで、撮らせてもらいました。そういうね、ちょっとしたコミュニケーションですけれども、これもいいなというふうに思って、また別の日に、本当にローカルな市場で、おそらく観光客が行かないような市場の中にあるドリンクスタンド。で、そこで、多分あれは家族3人でだと思います。なんとなくね、顔とか雰囲気が似ていたので、その雰囲気がすごく良かったので、声をかけて撮らせてもらいました。微笑みの国というふうに言われていますけれども、すごくいい笑顔の写真が撮れたと思います。これもね、またね、後日、メイン動画の方でご紹介できればと思います。そんなところですかね。今回のこの7泊9日のタイ、プラスアルファでベトナム、ホーチミンの旅行の反省点及び良かった点は。ただ、できるだけお金は節約しようとは思いつつも、そこまでね、貧乏旅にはしたくないなとも思っているので、食事を抜いたりとか、そういうようなことは僕はしないようにしています。そしてホテルも、ドミトリーっていうんですかね。ベッドだけ、そこは避けるようにしています。セキュリティ上の問題もありますし、僕、いろいろと
ずっとこの現地で、外を歩き回ってるだけではなくて、ちょっと仕事も滞在中もしているので、ちょこちょことしているので、そのスペースを確保したいということもあるので、ちゃんとした個室のホテルに泊まっています。で、個室だけれども、もうちょっと金額は安くできなくもないかなと。今回のように全部プール付きの4つのホテルプール付きで選びましたけれども、プールを諦めれば、それも可能だなと思っています。そしたらもうちょっとそれを食費に回せるかなというふうにも思っていますね。あと1個思い出しました。これ。今回は BTS、バンコクの高架鉄道スカイトレインですね。これに乗るときに、前回8月の旅の時には、1回1回チケットを買っていたんですよ。でも今回は、これ。ラビットカード。チャージ式のカードです。これをピッと改札口でやれば、ここにお金チャージしておけば、切符を買わずに乗ることができます。ただ、日本のスイカのように、これで買い物はできるのかな？駅の構内にある売店とかはできるのかな？有識者の方、教えてください。もしかしたらできるのかもしれませんけれども、用途は限られています。日本のスイカのように万能ではないです。そしてこれ他の鉄道乗れません。MRT とかタイ国鉄にはこのカードで乗ることができません。BTS 専用です。そういうような制限はありますけれども、それでもね、BTS 割とちょくちょく乗るので、このカード買ってよかったなというふうに思っています。1回限りの旅行の場合だと、そこまで必要ないかなと思いますけれども、多分おそらくこれから僕は、何度もちょくちょくとバンコク行くと思いますので、これがあれば便利だなと。ちなみに、まずこれをカードを買うときの、保証金というイメージなのかな。100バーツかかります。これはね、返却されます。これを返すときに。返せば返却されます。で、100バーツプラス、あと、チャージをしなくてはいけないと。最低チャージ料が100バーツだったかな。で、上限も何千バーツかまであったと思います。で、僕はね、500ぐらい入れてたかな。2200円分ぐらい。これがあってすごく楽になりました。ただ気をつけなくてはいけないのが、有効期限が7年間だそうです。それを過ぎてしまうと、多分返却しても100バーツ返ってこないんじゃないかなというふうに思います。100バーツというのは日本円で、今の、今だと440円くらい。なのでね、もしも7年過ぎて返すの忘れちゃっても、それぐらいだったらそこまで痛くはないかなというふうにも思っています。あと MRT、地下鉄、MRT 地下鉄だけではないのですけれども、MRT はクレジットカードのタッチ、ビザとマスターカードでのタッチでの乗車ができますので、クレジットカード持っている方は、持っていない方は、おそらくあんまりいないとは思いますけれども、キャッシュレスで、いちいち切符買わないで、チケット買わないで乗ることができますので、それも便利な技ですね。ぜひ覚えておいてほしいと思います。あと、チケットレスで乗るといえば、この前の水曜日にアップしたメイン動画でも言いましたけれども、タクシーを利用する際は、流しとかそこら辺に止まっているタクシーを利用するのではなくて、グラブやボルトという、スマートフォンのアプリを使えば、車の手配をすることができます。タクシーが来たり、タクシーじゃない普通の車来たりするんですけれども、これだと、そのアプリ内でクレジットカード決済ができるので、運転手さんとお金のやり取りがないです。料金の
交渉もないです。ぼったくりは基本ないです。最近ね、ちょっとね、そのアプリの中で詐欺的なことがあるというような話もちらちら聞こえてきていますので、若干その点は注意が必要ですけれども、きっとこれからそういうね、対策はされると思うので、普通にタクシーに乗ってぼったくられるよりは安全かなと思います。ちなみにボルトというアプリだと売託を呼ぶこともできます。そう、全部キャッシュレスで、クレジットカード決済でできますので、あまりね、現金出したり、お財布出したりする機会というものを減らすことができます。僕自身も、現金使ったのはその食事の時とバスに乗る時くらいか。あと、ドリンクスタンドをたくさん利用していますので、そこで買い物をする時、あと、セブンイレブンでの買い物なども現金使っています。セブンイレブンとかだとクレジットカード使えるんですけれども、やっぱりクレジットカードを出したり、お店の方に渡したりというようなところで、ちょっとリスクが生じる可能性もあるので、それを減らすために現金決済にしています。僕の場合には。バンコク内で、タイの中でクレジットカードを出すのは MRT のタッチ乗車の時だけにしています。といったところですかね、今回のタイ旅は。ちなみに先ほど体重1キロ増で済んだというお話をしましたけれども、日本に帰ってきたら、もうサクッと戻りましたね。やっぱり日本で食べる量とタイで食べていた量、これ全然違うんだなと。特に日本に帰ってきて運動してるとか、そういうようなことはないので、これも単純に食べる量ですね。旅行の時はたくさん食べていたんだなと。普段以上にいっぱい食べていたんだなというふうに思っています。普段は僕割と運動しています。部屋の中で。1日20分ぐらいの運動かな。タイの旅と関係ないですけれども、コロナ時期だと、確かね、今の体重から、プラス14、15キロいっちゃいましたね。で、そこから落としたんですよ。食事と運動で。で、今はね、もう、あんまり意識せずとも、今の体重をキープできています。本当はね、もうちょっとね、減らした方がいいのかなと思ってはいるのですけれども、これはもうちょっとね、運動量を増やせば多分落ちるかなと。で、そこまで努力する必要ないかなと。今のまま多分、そんなにね、多分体重の問題はないかなというような感じだとは思いますので、もしかしたら、痩せている部類に入っちゃってるかもしれないので、今は落とす努力はしていません。自然に落ちるのはしょうがないなと。そんなところでしょうか。いつもはだいたいね、30分を目安にこのライブ配信やってるんですけれども、今日は45分いきましたね。だいぶ長く続けてしまいました。タイでの、まさに今、現在のタイの様子を伝えると、毎日、タイ、そしてベトナムからライブ配信をしていたのとは、がらりと雰囲気が変わる自宅からのライブ配信となりました。またね、ちょくちょくと、週2回やります。これで宣言しておかないとね、多分やんなくなっちゃうので、火曜日と金曜日、これ毎日、火、金の夜22時から、これは必ずやります。自宅からやります。万が一、配信がないときには、YouTube 内のテキストメッセージみたいなもの、なんて言うんだろう、あれとかで、あと、X、Twitter で、お知らせはします。基本やります。週2回やります。それと、あとは週2回のメイン動画のアップ。これは水曜日と土曜日。
この2回アップをしていきます。でね、今週の水曜日、おととい、8月の旅の時の動画ですね、その乗り物編をアップしました。で、明日土曜日は、夏の8月の旅、9泊11日の旅だったわけですけれども、そのまとめ動画、10分間にギュッと内容を詰め込んだ動画を作ってみましたので、そちらもぜひご覧ください。で、今回の10月の旅は、来週からかな、実はその来週の水曜日に、あともう一本ね、8月の旅の動画のまとめ的なもの、使った金額のまとめ動画というのをアップするかもしれませんが、今あるね、8月の動画素材をまとめたいという、もう気持ちがすごく流行っていますので、もしかしたらその8月の使ったお金動画はもっと後日に回して、水曜日から10月旅の動画シリーズをアップし始めるかもしれません。その際は、ぜひぜひ皆さんそちらの方もご覧いただければと思います。10月の旅の時は、1日の動画を、多分ね、ちょっとね、すごく長くなっちゃったんですよ。40分から60分ぐらいだったのですが、今回はできるだけ短く、1日20分以内にまとめたいなと思っています。1日目の初日の動画も実は作ったのですけれども、ちょっと20分超えちゃいましたけれども、できるだけコンパクトにまとめて動画アップしていきます。ぜひぜひ皆さんそちらもご覧になっていただければと思います。さあ、で、来週の火曜日、次回のライブ配信のテーマですけれども、今度はタイからちょっと離れまして、以前行ったヨーロッパ中央のチェコの旅を振り返りで皆さんにお話ししたいと思います。タイとチェコ、全然違う雰囲気の国です。また火曜日、ぜひぜひ見ていただければと思います。チェコむちゃくちゃ綺麗ですよ。というわけで、今日の10月11日のライブ配信はここまでにしましょう。結局48分も続けちゃいました。それでは皆さん、あともしもまだこのチャンネル登録されていない方がいたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。あとね、ちょこっとグッドボタン、いいねボタン押してもらえるとすごく嬉しいです。では、またライブ配信は来週火曜日22時にお会いしましょう。それでは皆さんおやすみなさい。さようなら。よいしょ。